ちょっと島田さん、この今、ケースがあるんですけど、はいこれちょっと振らずに、そのままちょっと持ってていただけますか。これですか？はい、持っててちょっとお話を。これ名刺ケース、あ、そうです。名刺のケースなんですけど。ステンレス製かなんかですかね。そうですね。ちょっとそのまま持ってていただいて、ちょっとお話を聞いていただきたいんですけども。チェック柄でおしゃれですよ。はい、そうなんです。ちょっとね、僕、バケタンの社長さんと仲が良くてですね、バケタン付きのバケタンの社長さんと仲が良くて、ある日、急にレターパックが送られてきたんですよ。はい。レターパックが送られてきて、品名が、金属って書いてあったんですね。金属。はい。はい。金属がなんで送られてきたかも分からずに受け取って、そしたら、振ってみると、ジャラジャラ音がするんですよ。うん。ジャラジャラ音がして、これお金じゃないのかなと思ったんですけど、お金ってレターパックで送ってはいけないらしいんですね。はなので、ちょっと開けてみてみたら、どうやら古銭なんですよ。あ。は昔の古いお金が。明治時代だったり、江戸時代だったり、昭和の初期だったり、そういったお金が、古銭がたくさん入っていたんですね。古銭っていうのは、レターパックでも送れるそうなんですよ。あ。なので、レターパックの中で古銭だけが送られてきて、これ何なんだろうな、何も説明書きもなかったので、そのバケタンの社長に電話したところ、この古銭を収集を始めて、何日か経った後に、急に目の前に影がファッと通り過ぎたり、うん。寝ていると枕元で人が立ったり、いろんな現象が起きるようになって気持ち悪いから、上松くんに送ったんだっていう。僕、そんなの集めてないんですよ。なんか嫌なのか、やばいことがあったら、とりあえず上松さんに送るみたいな。そうですね。今、空前の呪物ブームじあーゃないですか。なので、呪物として僕に送ってくれたそうなんですけども、で、それが、僕はそういうの興味があったので、そのまま持っていて、その辺に置いとくのもなんだなと思って、この、ムーの、このバッグの中に入れたんです。この中がなので古銭なんですよ、今。本当だ。はい、ちゃんと中に全部入ってるんですけども。で、そのまま、このまま、ムーのバッグを、置いて、寝室で寝てたんですね。すると、なんか、夢がどんどん毎日日に日におかしくなっていくんですね。どういうことですか？何か、今まで、普通にいい夢ばっかり見てたんですけども、だんだんその夢が悪い夢を見出したんですよ。それと同時に、普通に家で過ごしていると、なんか音楽が聞こえるようになって、その音楽が、すごくうっすらしか聞こえないんですけど、昔の軍歌のような音楽が聞こえてきたんです。はい。で、隣かな違う。外かな違う。この古銭を入れてた、この袋のところから聞こえてる。ですかさず動画撮っても、動画の中には音声入ってないですね。軍歌が入ってないんですよ。っていうのが何日か続いたときに、とうとうちょっとやばい夢を見て、それが部屋が大火事になる夢だったんですね。大火事になって、もう煙と火の中、僕がほふ前進で、どうにか逃げようと思っていたら、上から瓦礫が降ってきて、ガラガラガラってなった時に、はっって起きたんですよ。で、やばい夢見たと思った時、まだもう起きてるんですよ。起きてるんですけど、まだまだ焦げ臭いんですよ。夢の中の焦げ臭さがそのまま残ってて、夢って匂い残るんだなと思ったんですけど、そんなこと初めてだったんで、いや、そんなはずはないってことで、寝室から今の方にガラッと行ったら、今の方で真っ暗な中で、このビニールが赤く燃えてるんですね。勝手にこれが、ビニールが燃えて、今燃えてないですよね。今燃えてなく見えるんですけど、反対から見ていただくとわかるんですけど、ちゃんと中から燃えてるんですよ。溶けちゃってますね。溶けてるんです。ちょっと赤く燃えてたので、これやばいということでもう水道に持って行って全部ジャーッと冷やしたんですけど。実際に燃えてたんですね。実際に燃えてたんですよ。なので、夢の中の焦げ臭さじゃなくて現実の焦げ臭さだったんですよ。だってその辺に火の元とかあったんですか？いや、全くないです。僕、タバコなども吸わないですし、何も火の元もなく、テーブルの上にこれだけポンと置いてあったんですけど、勝手に自然発火。そんなことあります？いや、びっくりしたんですよ。もう僕もそんなことなかったので、で、冷やして、で、全部ジャーッと、古銭を出したんですよ。そしたら、一枚だけ明らかに、自ら燃えてたであろう、ちょっと赤みがかった古銭が出てきたんですよ。多分それが犯人なんですよ。火の元というか、そこから発火したんじゃないかってことですか？そうです。
で、そんなことありえないじゃないですか。ありえないです。僕もちょっと変なことが起きたなと思って、ちょうど数日後に会談イベントがあったんですね。ええ。なのでそこでこの話をしようと思って、そのね、また燃えては困るので、ちょっと違う容器に入れておいたんですけど、で、保存していて、で、その会談イベント当日に、この話しなきゃいけないから持ってこうってことで、その容器を開けて見てみたら、まあ普通の綺麗な、古銭なんですけど、今まで綺麗だったものがなぜかズタズタに切り刻まれてるんです。え？古銭が？はい。だって一応金属ですよね。そうですね。切り刻めないですよね。切り刻めないですし、僕どこにも運んでないので、家の中の容器の中にずっと入れてたのに、いつの間にか切り刻まれてるんですよ。っていう不思議なことが起きて、これ、島田さん、何だと思います？わかるかい？怖い。まあ、ちょっと僕の勝手な解釈なんですけど。お願いしますよ。はい、やっぱり、このお金って念がこもるものじゃないですか。よく言います。はい、そうそう、いろんな欲とか、はい、汚れとか、はい、あと憧れとか、そういうね、ものがこびりついてくるっていう。そうですね。悪いものが入って、もしかしたら自然と呪物になってしまったんじゃないかなと思ったんですよ。っていうものが、今、島田さんの手元にあります。それです。最悪の演出だよ。俺ずっとこれ握りしめて話聞いてましたもん。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー？違うんですか？ちょっと開けて。だから振らないでって言ってたんですね。そうですね。振ったらなんかそのお金が入ってるような音がしちゃうからっていう。はい。すごい慎重に優しく持ってましたわ。いや、ありがたいです。いきます。はい。嘘！こんなことある？想像以上に切り刻まれてますよね。持つの嫌なんですけど、持たないと、これ、見せられないですもんね。持っていいんですか？持ってください。もう、わかりますかね？これまあね、こちらの面、もうギザ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 ってこう、で、裏側も、傷だらけなんですよね。そうですね。10箇所以上切り刻まれていて。で、これもちろん切れてしまったわけじゃないですね。傷がついてるだけ、表面に。そうですね。切れてはいないんですけども、今まではこんな傷もなかったんですよ。一銭って書いてありますけど。そうですね。ちょっと、なんで切り刻まれたかとか、島田さん、多分いろんな怪談だったり、いろんな不思議な話を聞いていると思うんですが、こういった事例は今までなかったですか？熱中してる。でも、見ると、傷が新しい。そうなんです。ですよね。だからやっぱ最近、傷がついたのかなと思いますけど。はい。これもちろん、宋さんが、はい。寝ぼけてやってしまったとかっていう。ではないと思います。僕が無遊病ではなければ。だから、別の場所に保管してあったわけですもんね。はい、そうですね。なので、こうやって切り刻める刃物なども特に持っていないので。だって、ここに傷つけるって相当な力と、はい、鋭利な刃物というか、まあ、尖ったものがないと、はい、こんなことできないよな。そうなんです。なので、怪談イベントで話そうとしたら切り刻まれていたので、話すなよっていう何か圧力なのかなとかいろいろ考えたんですけど。話すなよっていうね、はい、話で、そのコインですよね。俺持っちゃってますよ、ずーっとここで。そうですね。よかったら差し上げます。こういうのよくね、ペンダントにとかしたりね。そうですね。ここにこうやって。はい。早瀬って男がいるんで、はい、ぜひそっちの方に持っていっていただけると。そうですね。大体、早瀬か田中に持っていけって言われますね。日本の呪物は今、早瀬か田中に行き着くっていうね、話がありますから。はい、何ですかね。何ですかね。まあ、確かにね、お金っていろんな念がこびりついてしまうんだっていう話って、はい、もちろんやっぱり聞くんですよ。はい、でよくね、銭洗い弁財天っていう、はい、お金を洗うと金運が上がりますよっていう場所、パワースポットありますけど、はい、あれっていうのは、やっぱり
お金って天下の回り物、うんそして回るときにいろんな念とか汚れとか欲がこびりついてるから、はいそれを自分の番できれいに洗い流して次に回すという行為が徳が高まるんで結果金運が上がるんだよっていう。はい。でやっぱりお金っていうのはそういうものがこびりつきやすいんだって考えがもともとあるわけですよね。はい。で、さらに、まあ神社なんかでお賽銭すると、賽銭箱に浄財って書いてあるんですよね。はい。でやっぱりこう財、お金をまあ浄化する。あの中に入れる行為で一回浄化されるから、まあその後にまあ使う分にはいいんだけどっていうようなことがあったりするわけじゃないですか。はい。だから確かに、まあ、お金っていうものはそういうすごく身近ではあるんですけど、はい。もしかすると怖いものかもしれないってあるんですけど、はい。そのお金が火を出すっていうね。で一歩間違ったら、はいそれこそ夢のように、は宗さん自身も火事に見舞われて、い。はい。大変なことになってたかもしれないじゃないですか。そうですね。ちょっと本当にもし目覚めなかったらそうなってたかもしれないので、本当に良かったなとは思ったんですけただそれを別の場所に置いといたら、そのお金自身がこんなことになるって、ど。はどういうことなんでしょうね。い。わからないですよね。もともとね、この古銭を捜査に送ったという、まあ、社長さん、はやっぱり変なことたくさん起こってたわけですか？い。そうですね。もう本当にこの古銭、収集家でもあったらしいんですけども、まあコレクターなのでいろんなものを集めていたら、この古銭を集めた時から、まあ、本当に部屋の中で、とか、あとは寝室でいろんなことが起き出したって言っていたので、で、これを手放してからは何もなくなったそうなんですよ。で、これちょっと後日談なんですけども、はい。その軍歌を僕いろいろ調べてあ、軍歌って話ありました。はい。なんとなくだけちょっとまあメロディーを覚えていたので、いろんな軍歌聞いたんですけど、あ、これ一番近いなと思ったのが、昭和13年にできた軍歌だったんですよ。なので、本当にちょうどこの古銭見ていただくとわかるんですけども、一銭硬貨、昭和13年の硬貨なんですよ。本当だ。はい。なので、そこも繋がったんで、ちょっと、さらに怖いなってすげえ。思いました。ちなみにその軍歌のはい。歌詞とかっていうのは調べたりしました？あ、歌詞まではまだ調べてないです。はい。これからちょっとさらに調べていこうかなと思っているところなんですけども。何なんでしょうね。は何なんでしょうね。い。わからないんですよ。しかもこの一銭硬貨の裏側に書いてあるのが、ヤタガラスの絵なんですよね。ちょっといろいろと。あ、本当だ。はい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 。三本足のカラスですよね。そうですね。神武天皇を案内したと言われている。はい。なんかいろいろとこれからまたさらに繋がっていきそうだなと思っている古銭だったので今回持ってきました。これちなみにいわゆるその、ね、だって国沢さんとか親友じゃないですか。は霊感あるじゃないですか。い。はい。そういう方たちがこの古銭を見て何かはい。感じたとかそういう話はないんですか？絶対に触りたくないって言ってました。誰が？国沢が。はい。国沢さんが？はい俺ずっと触っちゃった。でもこれがちょっと今回来たきっかけではないので、まだちょっと序章のものなので、次紹介させていただくものが今回島田さんにちょっと相談に乗ってもらいたいなという。いや、これも相当なお話でしたけど、まあ確かにこれは、ここからね、人脈もすごいですから、いろんな方たちにね、見せたりとか、したことでいろいろ分かってくることがあるかもしれませんし、はい。あとこちらのね、チャンネルご覧の皆さんで、もうこういうことなんじゃないかとか、何かね、皆さんピンとくるものがあったら、ぜひコメント欄の方に、はい、いろいろ書いて送っていただきたいと思います。お願いします。全部ね、目通させていただきますんで、はい、よろしくお願いいたします。またその進展ありましたらぜひね、教えてくださいね。はい、わかりました。あと本当に、火の元火事にぜひ気をつけていただいて。そうですね。はい。でも島田さんも触ってしまったんで、気をつけて。気をつけて。ずーっと触ってましたから。ずーっと触ってます。めちゃめちゃ怖いんですよ。多分通算僕より触ってます。多分超えてます？はい。本当に、火の元だけは気をつけたいと思います。そうですね。はい。はい。お互い気をつけましょう。ありがとうございます。はい。